はい、どうもゆうすけです。今回はなんと見てください。はいちょっと変な人がいるんですけどなんと私の幼馴染が今回動画に出てくれてお知らせがあるので、そのことをちょっと話したいと思います。はい。で、そのお知らせはなんとユーマって言うんですけど、ユーマです。ユーマがこの YouTube にね、ゆうすけチャンネルなんだけど、このチャンネルに今後出てくれる、でいっぱい俺と喋ってそういう動画を撮るっていうのと、あとは今ゆうすけがやってる日本語のレッスンを自分もしようかなというふうに思ってます。そうなのでユーマ先生です。はい、ユーマ先生です。はい、なので、そのことをねちょっと話していきたいと思います。はい、まあちょっとまだみんなびっくりしてると思うんで、急にねゆうすけチャンネルにユーマが現れたのでユーマ加入でユーマ加入したのでちょっとユーマのことをみんなで知っていきましょう。はいはい、じゃあ俺とどんな関係ですか？まずゆうすけとは小学校から一緒で、最初はフットサルっていうスポーツで出会って、でそこからどんどん仲良くなって、ゲームが好きっていう趣味があって、で結構遊ぶようになって、でもどんどん仲良くなって、気づいたら加入ということで気づいたら加入してました。そう、気づいたらなんと今マイクを挟んで座っているっていう考えられない。そうだね、まさかこんなことになるとは思わなかったんだけど、そうだから小学校と中学校が一緒。そうね、小学校中学校一緒で、高校は全然違うけど、でも休みの日とかは結構あって、大学とかもね、県外でも別々なのに長期期間の休み時とかはこっちに帰ってきたりしたら、ゆうすけが結構会って遊んだりして、そう京都の大学にね行ってるんだけど、今は熊本に帰ってきてて、で京都の大学にいた時でもオンラインでゲームしたり、こっち帰ってきたら遊んだりとか、そういう感じで仲良かったです。はい、あ、待って、大事なこと忘れてた。今まで彼が動画編集やってくれてたんです。あ、はい。そう、実はちょっと加入してたんでちょっとだけねちょっとだけ実は元からすでにゆうすけチャンネルを手伝ってくれてて、で編集してる人はあと一人ね、他の人もいるんだけど、彼が手伝ってくれてて、結構最初の方からね、手伝ってくれてました。はい。で、じゃあ今回なんで日本語をしようと思ったし、あとはゆうすけチャンネル、要するになんで今回こうなったになったか今自分が大学3年生で就活の時期なんだけど、就活って何ですか？就職活動。そう、就職活動。そう、就職活動って言わなきゃダメなんですねそうです、ちょっと先輩としてはい、そう、就職活動です。日本では就活って結構言ったりするね。日本では就活って言います。就職活動をの時期で、今、自分の友達とかがやってるんだけど、今いざ自分もやるってなった時に、やっぱり自分の経験不足というか、もっと経験を積むべきなんじゃないかなっていう、人生経験を積むべきなんじゃないかなっていうふうに思って悩んでた時に、ゆうすけがその起業するっていうことを聞いて、面白そうだなっていうのと、あとはもし手伝うことができたら結構自分の力にもなるんじゃないかなっていうふうに思って、で休学するからちょっとそうびっくりしたやらせてくれってそうやろうかなって、やりたいなみたいな感じで言ったら、じゃあ一緒やろうってなって、で今一緒や、今に至ります。そう、彼休学するんですよ。やばくない？俺も休学してるから俺はもうすでにね
休学届を出してるから。けど俺は別に誘ったわけでもなくて、動画編集はやってくれてたんだけど、俺今起業しようと思ってるんだって話して、こういうことをねやっていくよっていう俺の未来の計画を話した時に、それ手伝うんだったら休学した方が良くないって自分で言い出して、で休学してるわけですね。もう休学届出した？出しました。はい、戻れません。もう戻れないです。日本では結構ね、休学することが珍しいから、最初は本当に勇気がいったけど、まあでも今逆にすっきりしてるかも。そうだね。俺も休学するのはめっちゃ勇気がいる。やっぱりなんだろう、日本人の感覚はみんながすることをしたいっていうか、敷かれたレールに敷かれたレールに乗るっていう言葉があるんだけど、みんなが同じことをするから、同じことをした方が安心するじゃん。普通に大学入って就職してって感じなんだけど、でもその中で俺もユーマもなんだけど、本当にこのまま就職活動をしていいのかな、本当にやりたいこととか小さい時に起業したいとかを俺は思ってたし、でもそういう勇気を振り絞って、今回この場にね立ってゆうすけチャンネルに加入したということです。はい、なるほど、いいですね。パッションが伝わりました。そうですか。はい。よかったです。Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. OK。じゃあ次は、ユーマにレッスンを提供してもらうわけなんだけど、どんなレッスンですか？自分はそもそも英語が苦手というか話せないので、まだ今勉強中ではあるんですけど、まだ話せないので、結構限定されるかなって思ってて、で日本語がある程度喋れたりする人か、日本語しか喋れない環境に置きたい人とかには、逆に向いてるかな、そっちの方がいいのかなっていうふうに思います。俺もそう思います。値段が結構違うんだけど、まだユーマは始めたばっかりだから、日本語教師を。だからレッスン自体はめっちゃ安いので、それはウェブサイトで確認してほしいんだけど、俺と全然違うのでね。なんだけど、そのメリットで言うと、俺は英語が喋れるから、それは大きな安心だと思う。俺のレッスンを取る人はね。だけどこれはデメリットでもあって、いつでも英語に頼ることができる。人によっては英語ばっか喋っちゃうかもしれないし、でもその中でもみんな、私の生徒は頑張って日本語を喋ってるんだけど、ただ彼とのレッスンではもう日本語しか話せないので、はい。って言っても、ちょっとはね、英語も使ったりもします。わからないことがあったらすぐに調べたりすればいいだけの話だから、特に俺とユーマはまだ20歳、21歳、めっちゃ若いんで、だから学ぶ日本語が、なんて言うんだろう、めっちゃリアル。そうだね。結構なんだろう、スラングとか、そういうのが多いかな。だからそういうのを学びたい人、あとは若い人がいいとか男がいいとか男しかいないけど男しかないけどあとは何があるかな。もう俺らのキャラクターを知ってくれてたら安心できると思うし、そういう意味でいいのかなっていうふうに思います。はい。で、自分の今やろうかなって思ってるレッスンの仕方というか、レッスンは、日常会話とか、そういったのが、よりリアルな日本語につながるかなというふうに思うから、日常会話系のレッスンと、あとは、ゲームが好きな人とかだったら、自分もね、ゲームが好きなので、一緒にゲームしながら
こうレッスンができたらなというふうには思ってます。これめっちゃいいんですよ。なんでかっていうと、私も今レッスンを10人以上生徒がねいるんだけど、複数の生徒の人とは今マインクラフトをやってます。はい、一緒にサバイバル生活をしてるわけなんですけど、これがめっちゃいいんですよ。いろんな理由があるんだけど、例えばマインクラフトだったら、マインクラフトって生活をしてるわけじゃないですか。つまりマインクラフトの世界に留学してるみたいな感じで、言語は日本語で、だから使う単語もね生活で使えれるものだから、すごいいいかなって思います。あとはゲームをするとたくさん話したいことがどんどんあるんだよね。ネタがいっぱいできる。いっぱいあるよね。そうなのでこのゲームは特にいいかな。彼は本当にゲームが好きなので、まあ俺もだけどそうだからみんなが好きなゲームとか持ってるゲームとか、もう任せてください。そう買いますので任せてください。それは喜んで買いますので、言ってくれたらそこでね一緒にゲームできると思います、彼と。はい、なので、もし興味がある方は概要欄の方にリンクがありますので、そちらから飛んで無料の体験レッスンを予約してくれたなと思います。私とユーマは最初体験レッスン、無料の50分のレッスンをやっていて、でこの後にやめるのも全然いいですし、ユーマ先生いいなって思ったらレッスンをお金払って取ることもできるので、とりあえず興味がある人は体験レッスンの方取ってくれればなと思います。はい、以上です。どうでしたか皆さん、ユーマくんのこと分かりましたか？まだ分かんない。まだ分かんないかもしれないけど、俺の幼馴染ということで、このねリアルな若い男子大学生の日本語っていうのを今後届けていきたいと思うし、やっぱり俺が今回誘ったのも日本語の会話っていうのをみんなに見せたいなって思って、例えばリアクションとかそういうのがあるといいなって思うし、会話だとスラングがバンバン出てくるし、なのでそういった意味で彼を今回誘いました。はい、なので今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。